さんこんにちは。ジャズドラマー田中福士 from ニューヨーク。はい、福さん、今日はですね、はい、10個の質問をさせていただきますので、はい、それに答えていただきたいですが、よろしいでしょうか。はい、わかりました。10個ですか。はいわお。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、はい、では、はい、小学校の時の部活動は。はい。僕はもう野球やってました。はい、中学校の時の部活動は。ブラスバンドです。高校生の時の部活動は。同じくブラスバンドです。はい、ドラムを始めたきっかけは。同級生の紹介で、はい、始めました。ドラマーじゃなかったら何になってたでしょうか。野球をやりたかったから野球校を目指したかなと思いますけど。はい。日本でドラムで稼げるようになるまでは何をしてましたか。一応サラリーマンやってましたね。3年弱。はい。ニューヨークに来たきっかけは。なんかリズムに疑問があっていいベースとやりたいなと思ったのがきっかけですね。はい。ニューヨークでドラムで稼げるようになるまでは何をしてましたか。いろんなことやりましたよ。ディッシュウォッシャーからバーテンダーウェイター、はい、いろんなことやりました。はい。ニューヨークでこれは失敗したなと、すごく恥をかいたなと思う忘れられない出来事は。はい、ジャムセッションでですね、何でもかかってこいっていう感じでやったんですけど、全く知らない曲やらされまして、あれって感じでもう真っ青になって、もうしょぼーっとなりましてね、大恥かきました。はい。はい。ではニューヨークで一番忘れられない素敵な思い出なんかはありますか。やっぱりですね、大御所のルード・ナンソンのバンドに入れたということですね。サイドメンとしてやっぱり起用されたということが一番嬉しかったです。はい。はい。はい。じゃあ小学生の時野球部っていうことだったんですけど、はいはい。どこを守ってたんですか。まあね、ガキ大将だったからね、俺はピッチャーだっつってピッチャーやったり、キャッチャーやったりもしてましたけどね、まだその頃ね、まあ、小学校でしょ、だから草野球みたいなもんだから、ヘルメットしないでやってたんですよね。ほんで、なんかね、ファールかなんかが、ボカーンとね、ここにね、当たったのを覚えてます。で、なんとなくね、あの、なんていうんですか、マスクはあったんだけどかぶるのが嫌でたまたまかぶらなかった時にボカーンってやられて、もうそれからキャッチャー嫌だ、俺もピッチャーやるっつってね、ピッチャーに変えてもらったことありますね。はい、そんなわけです。でそう言ったらそれで通ったってそういう時代ですからもういかにガキ大将がもう声をでスピークアップすれば、通ると、そんな時代でしたね。田舎でしたから。はい。なるほど。はいはい。で中学生高校生ではブラスバンドに入ったっていうことだったんですけど、はいはい。これは何をやっておられたんですか。これはね、さっきちょっと言うの忘れましたけど、中学校の最初のね、夏までは野球やってたんですよ。で、野球をまあちょっとある事情でやめて、それ途中からまあブラバーに入ったんですけど、最初に始めたのはね、中バスですね。中バスをブッ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 ってこんな感じで、で、それからなんかやっぱりトランペットが吹きたいなっていうので、トランペットを始めまして、あれは中学そうですね、もう3年ぐらいかな。なんかニジロストがね、すごい夜空のトランペットとかね、あの辺がなんか流行ったりしてて、ニジロストみたいに吹けたらいいなって、もう本当に夜になったらね、河原に一人で行って夜空のトランペットを吹いてましたよ、本当に。はい。はい。でドラムに変わったんですか。そのね、トランペットをやりすぎちゃってね、肺がちょっと肥大したのかな。うん、まあ大したことなかったんで、ちょっとこう苦しくなっちゃった、普段でもね。だからまあその当時のお医者さん曰くやっぱトランペットの練習しすぎだろうと。ちょうどまあ、ドラムをやろやるきっかけは中学のね1年の夏ですね。まあちょっと夏休みで家にこうブラブラしてたらですね、まあ、水谷宏ね、水谷宏さんっていう人が「福士さん、いや実は僕は社会人と一緒にグループサウンド組んでてギターやってんだけど、
ドラムやめるって、でドラムセットも全部あるから一回遊びに来ないっていうのがきっかけで、ただまあそれはね、その前にね、僕は実はその小学校の時に腸炎を患いましてね、で1ヶ月ぐらい家でね療養したことあるんです。でその時に僕の兄貴がベンチャーズのレコードを買ってきてくれて、でベンチャーズのレコードを1ヶ月ずーっと聴いて、ダカ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 ってタッタッタッってあるじゃないですかね、スネアのなんてもう素晴らしい、あれを聞いて覚えてお箸を持ったりとか机を叩いたりもしてたんね。で中学入っても野球やりながらどこどこどこでやったで、それを水谷君は誰かから聞いてたらしいんですね。なんか福さんがドラムに興味持ってる。ほんでまあお声かかって、でそれからスタートです。それがなかったら僕はドラムやってなかったかもわかんない。はい。で今でもね、水谷君はみんなに福祉にドラムを教えたのは俺だからです。ね、実際その時に叩き方はね水谷君から習いましたからね、基本的な8ビートと、はい、そんなわけです。はい。もしドラマーになってなかったら何になってたかなと思いますか？やっぱりドラムを始める前は野球だったから野球しかなかったかな。まあ僕はもうドラムを始めて結局迷いもなく、もう中学とか高校の時にもうドラマーになりたいなと思っちゃったから。なんか前にもう中学卒業してどこか門下に入ろうとそう思わはったんですかね。そうですね、東京まで行った。そうジミー竹内さんにね、尋ねたんですけど、まあ高校だけは出とかないとダメだって言われて断念して、まあ、田舎に引っ越っちゃったんですけど、まあそういうわけで結局迷いがなかったから、他にやりたかったっていうのはやっぱりドラムの前の野球っていうことですね。はいはいはい。はい。で、日本で若くして多分20歳になるかならないかぐらいでもプロで活動されてたと思うんですけど、はいはい、まだそのドラム一本で稼げなかった頃っていうのは何をしてこう生活されてたんですか？いやもうだからサラリーマンを3年弱やって、これはまあ皆さんもう前にもお話したと思うんですけど、東京のね呉服屋さんに僕勤めまして、浅草橋のね東こそで江戸小門久我屋さんっていうお店でねもう3年間お世話になりました。それでまあ先生たちにも紹介していただいてね、まあ、仕事をちょこちょこ虎でやるようになったりして、まあ20歳ぐらいからですか、もうあれですね、キャバレーとかの仕事がねもう入るようになって、もうじゃあこれでなんとかいけるなっていうのでもう会社辞めてサラリーマン辞めまして、もう20歳の半ばぐらいですか、もうそのキャバレーとかねナイトクラブでもうドラム叩くようになっちゃったから、一応まあドラムでもう生活始めましたね。はい。日本で成功されてたと思うんですけど、まあニューヨークに。いや日本ではまだ成功じゃなかったですけどね。まあでもそこそこ稼ぐというか、まあ、生活できるぐらいまあ一応生活はできた、はいあるような状況だったけど、ニューヨークに結局来られて、そのニューヨークに来たきっかけっていうのは何だったんですか？これはねやっぱさっきもね話したように、やっぱりいいベースとやりたいと。というのはもうずっと僕は20歳ぐらいから横山静子さん、名ピアニストのね横山静子さん、まあ私のレイトワイフなんですけど、ずっと一緒にもうね東京でピットインとか太郎とかねいろんなとこやってて、昔やってたベースの人には失礼なんですけど、僕もリズム迷ってたし、静子さんもねリズムどうなのかな、やっぱ本場のねリズムを知りたい、いいベースと向こうでやりたいっていうのはこれきっかけで1978年にまあ来るわけなんですけどね、それがきっかけですね。はいはい。じゃあニューヨークで静子さんと一緒に音楽活動だとか始められたと思うんですけど、そのニューヨークでドラムで稼げるようになる前はどんなことをされてたんですか？これはもうね最初にやったのがね焼肉屋さんでねキッチンヘルプですね。はい。とにかく英語は喋れないからまだウェイターできないね。でキッチンでこういろんなこと始めて、ネギ切ったりとか皿洗いとかねいろんなことやりました。で徐々にね英語が喋れるようになれば、じゃあ
昼間のウエーターだけやっぱり夜はできるだけ開けたいですからね、練習もしたいしセッションも行きたいしいい音楽も聴きに行きたいしウエーターもやって、でウエーターやればまあその店ねこう信頼ができて、夜ちょっと、マネージャーみたいな感じでねちょっとフロントに立ってくんないかとか、どんどんこう仕事が増えたりとかして、あとはまたバーテンダーやったりとか、とにかくいろんなことやりましたよ。日本のねピアノバーでねクラブでねボーイやって、それこそ前にお話ししたその黒のズボンがね開いちゃうんですよね。フロアにひざまずいてねこう灰皿をかいたりとかね、そうやって、全然苦労じゃなかったんですけどね、いろんなことやりましたね。ドラムで一本でやる前はね。何年ぐらいそうやってその音楽以外の仕事してこられたんですか？意外とね続けましたよ僕は。はい、あれ10年ぐらいやったんじゃないですかね、なんだかんだね。静子さんの話もしたいんですけど、静子さんもちょっと大病になっちゃうんで大きなツアー行けないっていうことでね、ルーさんのバンドは86年に入ったんですけど、うちの、静子さんがその89年ですか、ちょっと病気になっちゃったんで、それからしばらくツアーに行けない、ローカルのねニューヨーク近辺の仕事をやりましたけど、そういう意味ではやっぱり昔ニュージャージーにね、今は三つ輪っていうんですけどヤオハンっていうのがありましてね、朝早く起きてヤオハンにね、コンフェクショナリーお菓子のセクションにね値段売ったりとかね、いろんなことやりました。はいはい。逆に仕事が入りだした時はちょっとごめんなさいって、もうレストランに CM ができてたから、ちょっともうやっぱりどうしてもこのツアーだけは行かなくちゃいけないからって言ってね行ったりとかしたりして。その間ちょっと日本に帰りたいなとか、日本でちょっと稼いでとかいう感覚はもうなくて、ずっとニューヨークにいるっていう感じだったんですかね。もうね、でも日本はちょっと戻って演奏したりもされてたそれはねちょこちょこ行ったりはしてましたけどね。はい。だけど住むとこはやっぱりニューヨークですよね。ニューヨークに行って旅でねヨーロッパ行ったりとか、日本ツアーもね、最近でこの10年ぐらいもうずっとね15年ぐらいかな、年に1回とか年に2回日本に行ってね、平中福祉ジャパンツアーっつってこう九州は九州のミュージシャン、東京は東京のミュージシャン、こういろんな人とこうやるようになって交流ができてね、本当に、いい感じで回ってますけど、このねコロナになっちゃってこのもう2年ぐらいですか前日行けてないんでね、今年くらいちょっと行きたいなと思ってるんですけど、またなんか雲行きが怪しくなってるし、ちょっと寂しいですね。本当にね、ちょっと寂しいですけど、今年どうでしょうか、春ぐらいにちょっといい感じになってきて夏ぐらいにはね行ってみたいなと思ってますけど、新しいまたね株ができないようにね願ってますけどね。はい、ではですね、そのニューヨークで、大失敗したなっていう恥ずかしい思いをされたのがそのジャムセッションでということだったんですけど、どんなことがあったんですか？それはね、これはものすごいいい場所でですね、昔スターカフェっていうのがありましてですね、23丁目の6と7の間にね、これは前もお話ししたかなと思うんですけど、ジュニア・クックとかね、ドラムのハラルド・ホワイトっていうのがリーダーでやってたんですけど、ピアノはいろんな人が来てね、ベースはエッド・ハワードって言ったかな。でそのセッションにちょこちょこ行ってたんですけど、その当時結構もういろんな人にも知られてきてたから「あ、福田福田」っつってそこそこ叩ける自信はあったんですけど、でその夜たまたま、ビール2本ぐらい飲んでずっと待ってたんです。なかなかね自分番回ってこないんですね。これはもうみんな日本人の人は本当に経験されてると思うんですけど、やっぱりなかなか日本人はねセッション行ってもね順番なかなか回ってこない。それでこうねずっと回ってるんですけどね、リーダーがですねその決めるわけですよ。次は誰がやるんだ。で僕はもう随分待ってたんでね、でリーダーにいつやれるんだよ、もう次じゃあ、お前だっつって「あはは」ってこう待って、そしたらねなんかスーッと誰か入っちゃって、どうもその入ってきた人のその彼に話してるバンドリーダーにね、
そしたらもう OK 分かったっつってだから次その友達がもう叩いちゃうわけですよね。でまた1曲待っててでもうしょうがないし、まあもうまた待って、まあ、ビールもう1本頼んでんでこう飲んでもう結構いい気持ちになってさあステージに呼ばれて「福お前だ」っつって「イエー OK I got it」なんつって喜んで「さあ上がりましたジュニアクッカーYou got it」なんて結構速いテンポだから、なんだろうなブルースかリズムチェンジぐらいかなと思ったら「ダララダダ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 」始まっちゃった。この曲なんだろうな聞いたことあるようなないようなってなんとそれが「ステボメイ」という曲でねもうほんと難しい曲でしかもテンポが速いしもう小説がどうなったかさっぱり分かんない。でもう何回も僕の方見るわけですよ。ジュニア君お前何やってんだって言って変なとこでパシャンパシャンってくるからもうあれってでだんだんもう最初は息前ねうわもうって言ってだんだんこのラジやってもうでバーンってドラムソロを回してもうエイトバースとか何やったかさっぱり分かんない。でもう結局なんかぐちゃぐちゃになってドラムもフリーソロなんだからみんなでしょこんなんなってもうお前何やってんだって感じで大品種買いました。もう終わってメロディーがもう終わってもエンディングも全然分かんないしとにかく何を叩いたのか全くあれほどね恥かいたのはないね。みんなじらーって見て終わってもみんなブーって感じでねでもうスティックケース片付けてもうシューッともう帰りでなんであの曲はなんてでまあ帰る前にはね今の曲何やったのかって聞いてねある人にねステボメイツだってそれからそれをね一生懸命音源を探したりとかねしましてねマイルス・デイビスの「冬やつ」とかそしたらそれ聞いてもねなかなか難しかったですねあのステボメイツっていう曲はね、はい、今でも大変です。今でもこう時々ねやりますけどねずっとメロディーをこう頭の中で考えながらね叩かないとねすぐどっかポーンと飛んじゃうとかしかもなんかドラムソロとか回ってきたらワンコーラス叩くなんて言ったらもう並大抵のことじゃないですよね。本当に難しい曲です。はい。それはもう今でもネックになってますけどそういうもうねもう恥かいた苦い思い出がありますね。ステボメイツいい曲ですけどね。はい。たくさんいろいろ言って、そこまでじゃなくても、今日はダメだったなっていうような、はい、思いとかされてたんですか？いやそれはもうね何回も恥かきましたよ。もうそれはなんていうんですかミディアムやってもなんかテンポが速くなっちゃったりとかねあとはやっぱりこうちょっとテンポが落ちたりとかダメだなでもっとキープテンポしなくちゃいけないんだねキープテンポしたら全然つまんなかったりとか俺はもう悩んでねある人が「お前走るからな」っつって次行ったらえらいもたっちゃったりとかもたるよって言われたら次ものすごく速くなっちゃったりとかそうやってねなかなかね苦労しましたけどねはい。スイングするっていうことキープテンポって本当に難しいですね。はい。この間も昨日かななんか YouTube にねエルヴィンがリズムだキープテンポだって言ってましたけどエルヴィンがとにかくこれだこれができれば any kind of music が大丈夫だってエルヴィン・ジョーンズが言ってました。ニコニコしながらねキープテンポ言ってましたけどまさにその通りだと思います。はい。今度は逆に、ニューヨークに来て本当に良かったと思えたようなその思い出、そのルーさんのバンドに入ったことっておっしゃってましたけど、こうどんな風に思い出が残っていますか？まあね結局ルーさんのバンドに入る前はいろんな人と、やれたしねロニーさんのバンドも入ったしジュニアマンスとかも入ったしあれだったんですけどルーさんのバンドはやっぱその当時ルーさん精力的にねものすごく活動されててヨーロッパツアーも何回も行ったしねで僕もやっぱりやりたい音楽ビバップっていうのをねやってこられた人なんで同じサソリ座ですしね気があったっていうかねとにかくいい経験をさせてもらいましたね。やっぱりバンド僕もいろんな、ね、小さな仕事でバンドリーダーやるんですけどこのバンドリーダーはいいんですけどやっぱりねサイド面に入ることです。それも大御所のサイド面いいバンドね。でその時に僕ルーさんのバンドに入った後にですね
クラーク・テリーのバンドもお誘いあったし、ベティ・カーター、これケニー・ワシントンの紹介でね、オーディションあるから行ってこいって、そんな話もあったんですけど、でも今思えばね、ルーさんのバンドに入ってルーさんとこうやっててね、いろんなトランペットも来たし、ドナルド・バード、ビル・ハードマンとかね、ディショーもね入ったりとかね、ヨーロッパ最初のツアーの時はサックスの大御所アーネット・コブとねセッションテレビのショーをやったりとかね、もうとにかくいい経験をさせてもらいました。はい。やっぱりルーさんのバンドに入れたっていうことがニューヨークに住むやっぱり最高のなんていうんですか、サポートっていうかね、だからやっぱりニューヨークのこうやって今までいられたんじゃないかなと、決して過言じゃないですね。ルーさんのおかげだと思っています。はい、ルーさんに入って本当に良かったなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。こんな風に今のジャズシーンと福さんが一番青春時代を過ごされたというか、そういう時代のジャズシーンとはちょっと変わってきてるかなとは思うんですけれど、今ジャズを日本でやっておられる方、お若い方から福さんと同い年とかもっと上の人とかいらっしゃると思うんですけれど、ニューヨークに一回行ってみたいなって考えている方もいらっしゃると思うんですね。でそういう方にちょっと何かメッセージなんかがあればお願いできますか？そうですね。僕が経験した80年代とかね、90年代のそのジャズシーンっていうのは今はもうあんまりないですけど、これはもう大御所もみんな亡くなったりしてるから、店のそのシチュエーション、リアルステートね、やっぱり家賃が高くなったら入るのにお金かかったりとか、いろんなシチュエーションがちょっと変わっちゃったから、昔はもうジャムセッションなんてタダで入れたし、ビールが1ドルとかね2ドルぐらいで飲めた時代ですから、もう自由にもう出たり入ったりして、じゃあちょこっと早い時間はここ行って、次はどこ行ってって、そのくらいこうね、ジャズもうジャズ三昧でしたよ。はい。だけどやっぱりこの2022年ね、随分にジャズシーンも変わったしあれなんですけど、ただニューヨークのそのジャズのスプリットっていうのはね、まだ残ってますから、そこをやっぱり体感ねしていただきたいなと思いますね。まだまだありますから。もちろん新しい音楽、ポリリズムのね、新しいそのコンテンポラリーの音楽、それをやりたいっていう人はもちろんそっちの方でも行かれてもいいんですけど、ただやっぱりニューヨークの本当のジャズのスプリットっていうのはニューヨークにまだ残ってますから、それを聞き逃さないように来ていただいてね、体感していただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。こんなわけでですね、今日の YouTube また楽しんでいただけたらありがたいと思います。田中福士、ジャズドラマ from ニューヨーク、これからもどうぞよろしくお願いします。グッドポタンとですね、チャンネルトーク一つどうぞよろしくお願いします。それでは See you soon. Keep on swinging. Bye bye.